おはようございます。17日目になりました。朝ごはん食べるためにですね、レーディングターミナルって書いてありますけど、なんかどうやら読み方としてはレーディングターミナルマーケットって読むらしいですけれども、なんか1892年から続く、有名なマーケットっていうところに来てみました。結構でかいみたいですんで、ちょっと入ってみたいと思います。結構屋内のマーケットとしては規模がでかそうですね。いろいろ美味しそうなパンが並んでますね。チョコレートとかも結構ヨーロッパのチョコレート屋さんみたいですね。こっちはアメリカンケーキって感じですけど、でもなんかニューヨークチーズケーキ15ドル、意外と安いですね。ここにもありますね、チーズステーキ。しかもきっとチーズをピザのチーズを選べるんだ。なるほど。うまそう。食べるだけじゃなくて普通に食卓で持ち帰るための肉とかも売ってますね。いいですね、こういうチーズとか持って帰りたくなります。フードコートみたいになってるんですかね、ここは。お菓子屋さんが多いですね、ファーマーズマーケットの割には。チーズステーキ作ってますね。結構鮮魚が。今平日水曜日の朝11時半ぐらいなんですけど、結構な盛況ぶりですね。オリーブオイルのお店、いろんな種類のオリーブオイルが売ってるみたいですね。
寿司、海、シーフード、すごいですね。海ってきっと日本語でしょうね。あ、チーズマカロニの海ですね。美味しそうなパン屋さんです。結局ここで食べてみることにしました。ブルーベリーパンケーキスペシャルだそうです。ダッチイーティングプレイス、すごい美味しかったです。いやー、僕が食べたのはホットケーキなんですけれども、ブルーベリーが入ったホットケーキですね。すごいバターたっぷりで、ブルーベリーも 2レベルでゴロゴロ入ってて、すごい美味しかったですね。なんか僕ニューヨーク留学してたことがあるんですけれども、人生で初めてアメリカのホットケーキ食べたかもしれないです。厚みもあるし量もすごく多くて、いや美味しかったんですけど、半分ぐらい残してドリーバッグに入れちゃいました。ちなみにあそこのお店はペンシルバニアダッチっていうジャンルに属するそうです。で店員さんにダッチってことはこれオランダ料理なのって聞いてみたんですけれども、ペンシルバニアでダッチっていうのは少なくともオランダを指し示す言葉じゃなくてドイツのことなんだそうです。っていうのはペンシルバニア州ではドイツ系の移民が多かったそうで、英語のダッチじゃなくてドイツ語のドイチェの方で、ペンシルバニアドイチェということでペンシルバニアダッチっていう言葉がですね定着して、だからペンシルバニアの系のドイツ人たちのことだそうです。だからあそこの料理はドイツ系なのかなと思うんですけれども、まあ少なくとも僕の食べたパンケーキは完全にアメリカ料理でしたねパンケーキ、まあドイツ風なのかわかんないですけど、ターキッシュベーコンとブルーベリーのパンケーキ、まあアメリカ料理って感じでした。でも面白いのが服装がみんななんかヨーロッパの中世みたいな格好してるから、これ一体どんなコンセプトなのかって聞いてみたら、ダッチアミッシュだって言ってました。つまりドイツ系のアミッシュの格好をしてそうです。アミッシュってアメリカに結構いますよね。現代文明を否定しているとまで言うと言い過ぎなのかもしれないですけれども、割とその近現代の科学をちょっと否定するような形で未だに馬車とか使ったりしながら生活をしている、ちょっと原始主義的な集団がいると思うんですけれども、ちょっと宗教的な感じの人たちが一応なんか形、格好はでそのアーミッシュのものだそうです。だからすごい古いヨーロッパの格好してたんだと思います。なんかマーケットの中であそこだけやっぱりなんかすごいちょっとみんな服装が違ったりとか、そもそもなんか椅子全席埋まってるみたいな状態だったので、
とっても人気店なんだと思います。なんか他にも人気店っぽいところあったんですけれども、まあ正直どこでも食べられるかもしれない料理が並んでいたので、もしよろしかったらあそこにちょっと観光のネタついでに行ってみるのが面白いかもしれないですね。ちなみに今ここはフィラデルフィアの、コンベンションセンターです。ここを北上してってですね、これからイースタン州立刑務所っていう世界でも有数の刑務所に見学に行きたいと思います。そうそう言い忘れたんですけど、さっきのそのイーティングダッチプレイスだったかなの時に横に座った人がですね、日本の武道を昔やってた人で、めちゃくちゃいろいろ教えてくれました。ペンシルバニアの観光とかについて。やっぱ結構柔道とか、空手とかやってる人ってそこそこの人口がありますよね。なんか日本の武道をやったからその影響で日本語の勉強をしたって言ってましたね。やっぱその道を知るにはその国の言語を知るのが一番いいと思ったって言ってたんですけど、だからちょっと軽く日本語で会話をしたりしました。日本語ってなんかすごいアメリカの人にとってはとっつきづらいし難しいと思うんですけど、なんか「This is cat」これは猫ですとか言いながらほのぼのとした時間を昼から過ごせました。海外でこうやって日本の文化に影響された方に会っていろいろ親切にしてもらうと嬉しいですね。でもなんかたまに犯罪目当てでそういうこと言ってくるやつもいるんで、ちょっとちゃんと選別しないとなとは思います。いやー、ありました。マイヒーローロッキー・バルボアの像がありました。あったー。ロッキー大好きなんですよね。本当はこのロッキーが駆け上がる階段の上にあったはずなんですけど、今はもう下にあるんですね。いやー、素晴らしい。フィラデルフィアに来た一番の甲斐があります。おー、でかいな。全然等身大よりでかいですね。書いてあります。ロッキー・バルボア。うわー、素晴らしい。いや、そしてここがロッキーが駆け上がった階段。あれちょっとあれですね、残念ながらテントが邪魔だな。なんて、しょうがないんですけどやっぱいいですね。みんなロッキーが好きなんですね。僕もロッキー大好きなんですごい嬉しいですけど、ここを駆け上がるのは恥ずかしいのでやめておきますいやー、でもテント邪魔だな。こう走ってるやつがいる。素晴らしいですね。いやー、僕がすごい思うのは、このロッキーってここ駆け上がると思うんですけれども、そのワンツーぐらいまでいいですけど、3、4、5って年取ってくと少しずつダメになっていく感じで、その続編のクリードの最後の方はもうこの階段を登るのがいっぱいいっぱいになるんですよね。その描写を見てやっぱり涙ぐむというか、誰でも年取るんだなっていう悲しい演出があるんですけど、いやー、その場所に来れました。いやー、夢の場所、フィラデルフィアのミュージアム前の階段です。素晴らしい。そうですよ、この光景です。いやー、
嬉しいな。素晴らしい。まあこれロッキーを見たことがない人には全くわからないと思うんですけど、いやー感動する。そしてやっぱりここを駆け上がってくる観光客がちょこちょこいるのもやっぱいいですね。てかすげえいるな。音鳴らしながらvery nice。やっぱりアメリカでもロッキーって未だに人気なんですね。いやー嬉しい。あ、普通のランニングコースにしてる人が多いんだ。いやーロッキーとかランボーとか大好きで、割と影響されたというか、人によっては全然あんな興味ないんでしょうけど、僕はなんか80年代とかのアメリカ英語の最高峰だと勝手に思っているので嬉しいですね。80年代90年代なんかアメリカ文化の象徴の一つだと勝手に思ってるんですけど、いやー嬉しい。本当に嬉しいです。フィラデルフィアロッキースタチューとミュージアムのこの階段、ちなみにミュージアムはですね、水曜定休らしくて、今水曜だから入れないんで明日来るんですけど、いやー素晴らしいな。いやアメリカ一周してよかったです。フィラデルフィア単独でなかなか来ないですもんね。いやー本当に楽しい。いやー嬉しい。今36なんですけど、40手前にして映画のロケ地に来ただけでこんな喜んでていいのかなって思うんですけど、まあでも嬉しいですね。ずっと好きだった映画の舞台、ここはいい場所だな。すごい街並みも綺麗です。いやいい場所です。もうフィラデルフィアに来たのはこれだけで価値があります。アメリカ一周の半分ぐらいの価値はここにあるんじゃないかって勝手に思ってます。いやーまた走って登ってる人がいる。これを撮るのがいいんでしょうね。このステートミュージアムもすごい立派ですね。まあちょっと明日来てみます。いやそれにしてもロッキーって映画のあそこでボクシングしてる人もいるし、やっぱ影響力が偉大ですね。本当に素晴らしい映画だと思います。いや最終的にロッキーが死んでしまうのは残念というか、あの音楽使ってなんかまた別のやってくんないかなってすごい思うんですけど、まあそんなこと言ってもしょうがないのか。あーよかったこれって。次はちょっとイースタン州立刑務所ってところにこのまま歩いていきます。ここから歩いて5分ぐらいです。いやロッキー像を後ろから映してます。かっこいいですね。シルベスタ・ストローンは筋肉がすごくいいですよね、本当に。いやこれがイースタン州立刑務所だそうです。なんかすごい有名な刑務所で、なんか世界各国の刑務所の模範になった刑務所だそうです。なんかですね、独房とかをしっかり作り込んだ感じで、囚人たちがそれぞれしっかり反省するように仕向けた施設だそうでして、
なんか懺悔とかそういうのも含まれてるから、教会、キリスト教の教会もそうなんですけど、ユダヤ教のシナゴーグとかもこの中に入ってるそうです。なんかそういうのが今それまではなかったらしいんですけど、なんかまあ独房ばっか用意してたら囚人が増えすぎちゃって対応できなくなっちゃったから変えるっていうか、違う方式が一般的になったそうですが、それまではこのフィラデルフィア式っていうのが世界のスタンダードだったそうで、実はトリップアドバイザーの観光ガイドのランキングでもフィラデルフィアはこの刑務所が一番になってるという、結構独特な感じですね。オープンフォーツアーズ。ツアーは土日以外はやってないってネットっていうかこの公式ホームページに書いてあったんですけど、やってんですね。じゃあツアーにしようかな。チケットを買ったんですけど。というわけでちょっと入ってみたいと思います。この天井から光が入ってくることを意識して開けたってオーディオガイドが言ってます。キリスト教的な発想ですよね。でこのトイレを全部に作ったのがすごい画期的だったそうです。まあ独房だから確かにそうしないとですよね。はい、この真ん中から全部見渡せるっていうのはちょっとなんか網走の刑務所に似てますね。昔の建物あんま修繕されてないのか、ちょっと内装とかむき出しで廃墟っぽい感じがしますね。あんま修繕をする予定はないのかな。あ、床屋とかもあったってことですかね、これは。本当独房だらけですね。ちゃんと日の光も入るようになって、まあ、ここで懺悔する気持ちを養ってくださいってことなんでしょうね。ああ、やっぱトイレもあるんだ。そう静か。アメリカの有名なミュージアムってデジタルプレゼンテーションがすごい発達したんだなって久しぶりにアメリカ来てすごい思ったんですけど、まあ、今ちょっとデジタルものがありましたけど、
ぶっちゃけここはあんまないですね、そういうの。本当に歴史的なぶっ壊れた建物が残っているだけの施設って感じですね。なんだこれ。ああ、本の差し入れは許されてたからこうやって差し入れをしてもらってたってことですかね。なるほど。ラジオはすごい1929年時点では有力というかみんな大好きだったからと。面白いですね。よいしょ。だからこっちにもラジオが展示されてるのか。当時からこの刑務所は黒人ばっかだったってことが書いたんですけど、白人もいたみたいですね。でこっちが現在のアメリカの、囚人の数を書いてあります。10万人につき何人入ってるか。だからブラックマン、黒人が 4.3%、ラテン系ヒスパニックが 1.7% だけど白人は 6.7%。それは男で、女の方がもっと少ないって形ですね。こういうの見るとやっぱり犯罪っていうのは人種じゃなくて置かれた立場によってやっぱどうしても起こってしまうものなのかなっていうのを思い起こされます。でも確かにいろんな資料を見るとここは黒人の人が多かったみたいですね。ちょっと気づいたんですけど、ここは先ほどとなんか天井から光通る窓の形が違いますね。もしかしたらちょっと作られた時代が違うのかもしれないです。あと独房のはずなのになんかダブルベッドっていうか二段ベッドの残骸みたいなのがちょこちょこあるんですけど、最終的には独房じゃなくなったんですかね。ここはこんな光景がずっと続いてます。なんか違う道に入ったんですけど、ここは窓が2つあるんですよね。やっぱ増築したのかなって思わせるような作りの違いがあちこち見られます。なんだこれは。逃亡の道具ですね。エスケープルートとか、書いてある。エスケープ脱獄用の道具。なんかちょっとさっきも見たらなんか脱獄は何回かあったらしいんですよね。しかし本当廃墟だな。なんか剥がれちゃいますね、これを触ったら。なんとか修繕しないんでしょうか。でも刑務所だからこんぐらいの方が雰囲気があっていいのかもしれないですね。なんかここに書いてありますけど、1971年にその最後の職員がこの刑務所から離れた後はもうその後ずっと使われてなかったそうです。で後から2、30年後に観光資源として再度使われるようになったみたいなことが書いてあります。しかしこの高い壁をエスケープするのは大変ですね。すごいですね。2階にも上がれるんですね、これ。
部屋の作り自体は1階と変わんないみたいですけど、すごいなんか映画で見たような刑務所の光景ですね。規則正しく部屋が並んでるみたいな。ここ刑務所じゃないですね。刑務所というか事務室ですね。シナゴーグがありました。リストワードシナゴーグということは修繕したシナゴーグってことなんでしょうね。98年の時点でこんな荒廃してたんですね。本当に使われなかったんだ。当然ユダヤの方もいっぱいいたでしょうからね。五芒星が6芒星かありますね。こんなところに面白いですね。すごい面白かったです。ゆっくり見ると2時間ぐらいかかりますね。あとここにツアーズって書いてありますけど、実際問題としてツアーはやってなかったです。オーディオツアーはやってましたけど、やっぱガイデッドツアー、人がついてのツアーは土日しかやってないみたいですね。2時間ぐらいじっくり見るのがおすすめなポイントかなと思いました。で、本当はこの近くにミュージアムとかがあるんで行きたいんですけど、なんかフィラデルフィアのミュージアムはなんか水曜休みが多いみたいで、今水曜なんで行きたいミュージアムが2つとも閉まってます。だから場所によってはフィラデルフィアのミュージアム水木休みとかになってましたけど、水曜はかなりの確率で休みになっちゃってるんで、今日はもうちょっとミュージアムに行くのはできないかなって感じですね。なんでちょっと溜まってる洗濯物でもランドリーで洗おうかなと思います。本当はですね、ワンリバティデックっていうワンリバティプレスってフィラデルフィアで長いこと一番背の高かったビルの上の方がですね、57階が展望台になってるって言うんで行ってみたかったんですけど、チケット買おうとしたら、残念なことにコロナだからずいぶん前から閉まってるということでしたいやー、やっぱ今2022年4月末ですけれども、他にもちょこちょこですね、やっぱコロナだから閉まっているとか、営業停止しているとか、営業時間変えたとか、例えば入場方法を変えたとか、チケット販売方法はオンラインだけになったとか、もろもろありまして、やっぱまだ、世界的にコロナの影響って当然なんですけど大きいんだなっていうのをすごい感じました。あとは日本のですね、結構ブログとかで旅行系の情報を見たりしていると、結構やっぱこのコロナで変わっちゃったことが多いんだなって思いました。コロナ前の情報を結構見るんですけど、実際来てみたら違ったとか、実際英語のサイトで見てみたら違ったとか、そういうのがちょこちょこあってですね、
このやっぱ2年ぐらいやっぱりアメリカに観光客、日本人が観光であんまり来てないんだなっていうことをすごい感じさせられました。よくよく考えてみたら、もう2週間以上アメリカを旅行してるんですけど、日本人観光客全然会ってないですね。結構なんかこれは駐在員の家庭だろうなみたいなのはなんかサンアントニオとかですれ違ったりとか、アトランタのミュージアムとかですれ違ったりしたんですけど、観光客には全然会ってないですね。やっぱりまだまだちょっと国を越えての移動っていうのは結構一般的に控えられてるもんなんだなっていうのを改めて実感しております。今日ミュージアムも閉まってるし、展望台も閉まってるしで、ちょっとなんかやることがなくてですね、つまらないので、車で15分ぐらいフィラデルフィアの中心地から15分ぐらいかけて、このフィラデルフィアのベストレストランに来てみました。トリップアドバイザーでナンバーワンになってるレストランですね。超高級店かなと思ったらそうじゃなくて、結構安価なイタリア料理店です。サウスフィラデルフィアのペストリストランテイタリアーノ、これがこの街のベストレストランだそうなので、ちょっと入ってみたいなと書いてあります。書いてありますね。トリップアドバイザーズトラベラーズチョイスベストオブデベスト2020リストランテペスト書いてあるんで、ちょっと入ってみたいと思います。フィラデルフィア市内のレストランでトリップアドバイザーで1位にランクされているレストランテペストです。高級店ではなく割と庶民的なイタリアンでした。とはいえ店内でカメラもそんな感じじゃなかったので写真だけで失礼しています。付け合わせは最初人参の冷菜が出てきました。あとワインはこれ珍しいジンファンデルのブラッシュワインです。ジンファンデルっていうとカリフォルニアとかでよく取れる赤ですけれども、この赤ワイン用のブドウで白ワインを作るとブラッシュワインになります。これロゼとは違うんですね。なので、ジンファンデルのブラッシュもアメリカらしいワインです。で、東海岸まで来ましたので、アメリカらしくカラマリ、イカのフライですね。あとこれはテレビ番組で賞を取ったこともあるという名物のカバテリです。ロブスターとかエビとかカニが入ったローズソースで和えた手製のショートパスタです。これは美味しかったです。カラマリもカバテリもすごい良かったです。で、これ全部堪能して70ドル。今のアメリカの物価や人気店であることを考えると結構リーズムな感じだったんじゃないかなと思います。というわけで17日目はこれで終了です。明日もフィラデルフィアを終わります。お疲れ様でした。